皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は JLPT N1 の過去問からオノマトペを紹介します。オノマトペってドキドキとかちゃんととかゆっくりとかの擬音語擬態語のことですね。JLPT N1 でも必ず出てきます。今回は4つの過去問を徹底的に解説していきたいと思います。ビデオを見て16のオノマトペを覚えて N1 に合格しましょう。はい、選択肢を見ていきましょう。1、ゾロゾロは、例えば観光客がバスからゾロゾロ降りてきた。たくさんの人や動物などが続いて動く様子。2、ゴロゴロは、例えばトラックから荷物がゴロゴロと転がって落ちた。何かが上から転がる様子。3、ドロドロは、例えば暑い部屋に置いてあったチョコレートがドロドロに溶けた。硬いものが柔らかくなる様子。ボロボロは、例えば子供がボロボロこぼしながら食べている。何かがこぼれ落ちる様子を表します。では、もう一度問題を見ましょう。大きな岩が崖の上から転がってきたんですね。上から転がり落ちる様子を表していますから、答えは2、ゴロゴロです。大きな岩が崖の上からゴロゴロと転がってきたが正しいです。はい、選択肢を見ていきましょう。1、ぼーっとは、ぼーっとテレビを見ていた。しっかり、はっきりの反対です。ぼんやりした様子を表します。2、ちらっとは、例えば、彼は彼女をちらっと見た。1回だけ、ちょっとだけする様子です。3、じっくりとは、例えば、将来のことをじっくり考えて決める。時間をかけて念入りに行う様子です。4、ざっとは、例えば、資料を読む時間がなかったので、ざっと目を通した。丁寧ではなく、大まかにする様子です。では、もう一度問題を見ましょう。ポイントは、丹念にです。丹念にとは、細かいところまで注意を払うこと、心を込めて丁寧に行うことという意味です。つまり、父は毎朝丁寧に細かいところまで新聞に目を通す、読むということですね。ですから答えは3、じっくりとです。父は毎朝じっくりと丹念に新聞に目を通すが正しいです。はい、選択肢を見ていきましょう。このオノマトペを理解するために湿気、どれほど空気の中に水があるかと気持ちよさで考えたいと思います。1、カラッと。例えば、空がカラッと晴れている。湿気が 0% で気持ちよく乾いている様子。2、しっとり。例えば、春の雨にしっとりと濡れた葉の緑が美しい。湿気は 30% ぐらいでちょっ
とだけ水がありますが、気持ちがいい様子ですね。3、ジメジメ。例えば、下着が汗でジメジメする。70% ぐらいの湿気で不快な様子です。気持ちが悪い時に使います。最後の4、ガサガサは、例えば、洗い物をして手がガサガサになった。湿気は 0% ですが、乾きすぎて気持ちがよくありません。では、もう一度問題を見ましょう。ずっと雨。しかも窓が開けられないなら湿気は高いですね。さらに気持ちが悪いですから答えは3、ジメジメです。この数日ずっと雨で窓も開けられないので部屋がジメジメして気持ち悪いが正しいです。はい。まずは選択肢を見ていきましょう。1、くよくよは、例えば試験に落ちてしまいくよくよしていた。ずっと心配して悩む様子。2、のろのろは、例えば牛がのろのろと歩いていた。とてもゆっくりに見える様子。3、ひっそりは、例えば祭りの後、街はひっそりとしている。音が聞こえず静かな様子。4、ふんわりは、例えばそのパンはふんわりしている。柔らかく膨らんだ様子を表します。では、もう一度問題を見ましょう。失敗、そしてしていないで、元気を出して、ですから答えは1ですね。失敗は誰にでもあるのだから、いつまでもくよくよしていないで元気を出してよが正しいです。いかがでしたか？オノマトペは JLPT N1 の問題でもよく出てきます。一つ一つの意味を覚えて、ぜひ N1 に合格しましょう。メッシュクラスには、日本人も知らないオノマトペの3つのルールを解説した動画があります。この動画は私自身作っていてとても面白いと思ったので、ぜひ皆さんもご覧になってみてくださいね。この動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。